여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 今日は舞とか花たちの戦い、화정などで出てくるソヨン女子の話をしてみたいと思います。私個人的には朝鮮最古の悪女だと思いますが、今日は一応ドラマ花たちの戦いでとても活躍してたので、花たちの戦いの画像を使って説明したいと思います。じゃあ16代王の院女の側室としてソヨン女子という人がいました。で、この人は最後はクイーンというジョン1分まで上りますけれども、ソヨン女子の時に活躍が多かったのか、とにかく現代の韓国人にはソヨン女子と呼ばれています。韓国人のたくさんの方も朝鮮最古の悪女の一人として疑問はないと思います。それぐらい有名な人なんですけれども、一応今日はこの女性がどういった人物だったのか。まず女子はジョン一分の武漢である定規と、その定規の側室の間で生まれた女性で、村では美しくて頭が良いと有名だったらしいんですよ。そのおかげなのか、院女が8年目になった時に宮に入ることになります。ただし、で、女子が宮に入った時から、宮内はうるさかったんですけれども、女子が入った時に、正式な、宮女として入るルーツではなくて、裏道を使ってたという噂があって、いろんな家臣が、女子を嘆願しましょうという話があったらしいんですが、院女はそれを、もういいよ、通せと言って許したらしいですよね。実際それは、院女の性質であったイニョル王后のコネがあったらしいですよね。イニョル王后の家族のおすすめで入ったし、イニョル王后も上司が気に入ったようで、そのままコネで宮に入れたんですけれども、もちろん他の正式な試験とか正式な検証を受けた人たちにとってはあんまり良くないことですよね。なので、宮内にすごく噂が広がったようですよね。女子は最初の生活から結構大変だったと思いますが、実は先ほど言ったように顔も良かったらしくて、また自分の性質からおすすめもあったでしょう。なので、院女に気に入られたようなので、すぐ側室入りができるなど、最初から権力を握ることができました。で、そういったある日なんですが、1635年、イニョル王后が42歳に出産して、で、その後病気で亡くなるんですよね。朝鮮の上にいた秦という国は、その慰問を着てて、その時についでに院女に我らの兄弟国になれという提案をします。それを聞いた院女はもちろんふざけるなと言ったでしょう。それによって、その次の年、秦による攻撃が始まって、結局、院女は、以前からずっと言っている三전도の屈辱を通して、結局、秦の、兄弟国じゃなくて戦争に負けたので、属国ということになりますよね。で、この時の院女の気持ちはすごく屈辱的だったんですよね。自分たちが馬鹿にしていた野蛮族に負けただけではなく、属国になってしまって、子供たちまで捕虜として連れ去られて、性質もなくなって、とっても寂しいこの気持ちをソヨン女子が吐いていくんですよ。とっても賢い女性だったと思います。院女にとってはこのソヨン女子が自分の屈辱を忘れさせてくれるような女神のような存在になったと思いますね。そのおかげで女子はちょっと側室の娘という身分的な限界もあったにもかかわらず皇族で昇進することになります。じゃあ実際朝鮮王朝実録の院女の変を見てみるととても面白いんですが、堂々と書かれているんですよ。女子は性格が暴力的だ。で、性格がずるくて、王の愛を利用し、人によく濡れ衣を着せたという記録が書いていますよね。実際女子は自分以外に院女に気に入られた女性がいたら、側室が王様を呪いましたよと言って自分が全部1から10まで計画を立てて濡れ衣を着せてから排除するのが趣味というか得意でしたね。もう本当に邪魔者は許さないような性格だったらしく、で、特にいろんな記録を見てみると、呪いと濡れ衣を利用して敵を排除していたようです。
で、院長が44歳になった時に、やっぱり家臣たちはこういったお願いをするんですよ。早く新しい性質を。ここで言ってる性質は上司ではなくて、本当に新しい性質ですよね。やっぱり家臣たちは上司を牽制しないといけないと思ったらしいんですよね。もちろん院長がこの時にこれを喜んでたと記録がないので、仕方なく結婚したと思いますね。なので、44歳の時に15歳の장렬王侯を正室として入れるんですね。この장렬王侯が正室になるときに이 장렬王侯のお父さんはこう言ったらしいですよ。一応소현세자もいるし、で、女子が恐ろしいので息子は産まない方がよかろう。正室と言ったら、宮内で一番女性の権力が強い人なんですけれども、もうすでに、民間まで上司の噂は広がって、その地獄のようなところに入る娘を心配するお父さんの発言だったと思いますね。で、お父さんの予想通り、何もわからない15歳の女の子が、宮に入ってみたら、新入りの性質が入るところはなかったんです。なぜかと言ったら、すでに、宮内の女性のグループは、上司が掌握していたからなんですよね。ただ、上司は、自分の邪魔者になるものは、少しの可能性すら残さず排除しないといけない、とっても徹底的な人だったようです。何も力のない장렬王侯だったんですが、女子はそれが気に入らなかったらしく、院長にこう言います。王侯は痛風です。王様に移るのが心配なので近づかないでくださいと言って、院長はこれを聞いて、分かったと言ってから、장렬王侯を追放して、その後から一回も、夫婦という関係を結ばないんですよね。なので、장렬王侯は、若い時に嫁として来て、子供もいない、とっても寂しい人生を送るしかなかった不運の女性だったんですね。こうやって장렬王侯を排除した女子。実際その魂胆は女子と院長の間では효명王子、승성君という息子と낙성君という息子がいました。おそらく女子は全体的な状況から見てみると自分の息子を後継者にしたかったんじゃないかなと思いますよね。なので、장렬王侯を排除した今、残りの敵は소현세자の夫婦でしたね。じゃあ、ある日なんですが、院長が急にとっても体の調子が悪くなるんですよ。その時に、上司はこうやって理由を言います。王侯とセジャビンの呪いのせいですと言ってるんですよね。で、証拠もありますと言ってて、実際宮の近くで掘り出したという呪いのものを院長に見せますね。もちろん皆さんもご存知だと思いますが、これは全部上司が計画したものでした。で、結局女子としては장렬王侯にけじめをつけて소현세자たちを牽制するための計略だったでしょう。で、ここで皆さん考えてほしいのは、장렬王侯はすでに他の宮に追放されて出入りができない状況だし、소현세자夫婦は今真にいるんですけれども、周りにこの人たちがいないと言って、院長にこういった嘘をついたんですよね。問題は院長がこれを信じてしまいますよね。で、これによってこういった対立関係が成り立つんですよね。上司はすでに戻れない橋を渡ってしまったようです。とにかく上司はとても頭がいい人でした。장렬王侯が追放されて、소현세자たちが真にいる間に自分の力を強くするために、ずっと院長に可愛がってもらうために頑張ったようで、側室の娘としてはとても珍しく、정、一phẩm、総位まで上がる。かなり上の身分なんですけれども、側室としてはかなり頑張ったと思います。で、そういった中、予想通り、ソヨンセジャの夫婦が帰国しますね。今から本格的な対立が始まりますよね。で、このタイミングでなんか珍しく院長がまた調子が悪くなるんですよ。これで上司にはチャンスでしょ。セジャビンの呪いのせいですと言って、また院長に嘘をつくんですよね。で、院長はまた信じてしまいますよね。許さんと言って。で、ここで皆さんちょっ
と怪しいのが、当時、近所の担当医者は、イ・ヒョンイクという人物で、ソヨン女子の、どっちかと言ったら右腕みたいな人で、正式な医者の試験も通さず、宮に入った人で、この人が王様の担当医者までしていました。院長がこのタイミングでまた調子が悪くなったのは、これは記録にはないんですが、ただ状況的にこれさえも上司が計画したんじゃないかなと思う余地はあるようなことですよね。とにかく上司は徹底的な人でした。このイ・ヒョンイクを院長にお願いして、ソヨンセジャの担当医者にしますよね。で、その後、2ヶ月後、ソヨンセジャはいきなり亡くなりますね。これはやっぱり上司の仕業ではないでしょうか。で、その後、残っていた、ソヨンセジャの奥さん、セジャビン・カン氏だけ残っていましたが、アワビ事件が起こります。院長が食べようとしたアワビ焼きの中に毒が入っていたようですね。それを、ドラマではソヨン女子が直接食べるんですけれども、一旦記録では毒が発見されたと言いますが、とにかくアワビに毒が入っていて、女子はまた院長にこう言いますね。セジャビンが犯人です。と言って、また院長はこれを信じてしまいますよね。許さんと言って、これによってセジャビンは死刑されることになりますね。実際これは朝鮮王朝実録にも上司の仕業だろうって書いているし、当時のいろんな人たちも全部上司の仕業だと思っているところでした。はっきり上司が犯人だという記録はないんですけれども、状況的に見て、やっぱり上司の仕業だそうですね。こうやってほとんどの敵を倒した女子。ただ女子の野心はここで終わらなかったようです。次の後継者であったソヨンセジャの息子たちをまた院長にお願いして殺してしまいますよね。やっぱりその中には自分の息子をセジャにしたい気持ちが確実にあったと思います。で、ここで恐ろしいのは、女子はとても頭がいい人なんですよ。こうやって敵を全部排除したものの、女子はまた次のステップを考えるんですよね。当時のヨンイジョンの息子と自分の娘、ヒョミョン王子を結婚させて、ある意味では同盟関係を作るんですよ。で、そして自分自身も頑張って、종1품 귀인まで上がるなど、かなり自分の権力を固めるように着々計画を立てていたんですよね。で、ここでこのヨンイジョンなんですけれども、先ほど言ったセジャビン・カン氏を殺そうとした院長。当時の家臣たちは親が子供を殺すわけにはいかないと言って猛反対をしたんですが、김 자점という人物が、いや、正しいご判断ですと言って、院長の味方になったらしいですよね。それで院長に気に入られて、すぐヨンイジョンになった人物なんですよね。名前は김 자점と言います。で、さらにこの김 자점は、ソヨンセジャを下ろして、ソヨンセジャの弟、ヒョジョンを後継者にするべきだと言って、これによってさらに信頼も得ていた人物だったんですよね。上司はこれを見て、この김 자점を自分の味方にして、김 자점も結構野望があった人なので、いずれかはヒョジョンを下ろして自分の息子を王様にしたいということで、김 자점と手を組んだと思います。ちなみにこの김 자점は朝鮮の三大悪家臣の一人と言われていますね。いずれかこれも動画で説明したいと思います。で、結局、院長ももう年なので、亡くなる時が来ました。で、院長はその時に、表情を読んでこう言ったらしいですよ。女子とその子供たちと仲良くしてね、と言ったらしいですよね。もちろんこれは全部上司の計画通りですよね。院長が亡くなった時のためにも、先ほど言った結婚透明とか、自分自身を守るために保険を入れてたんじゃないんですか。なので、院長の死は実際女子には大きい危機ではなかったんですけれども、一旦これを聞いたヒョジョン、どういった気持ちだったでしょう。ここから上司の計画通りにいかなくなるんですよ。ヒョジョンがいきなり自分を王にしてくれた김 자점を追放するんですよね。これは김 자점も上司も予想できなかった展開だったと思います。
ソヨンセジャの陰に隠れて、特に活躍もなかった。ある意味では道家のような王だと思いましたが、ヒョジョンは意外とカリスマが強い、さすがソヨンセジャの弟だというぐらいのかっこいい人物だったようですよね。で、その後、金ジャジョンは自分の野望があったので、実際秦を利用してクーデターを起こそうとするんですよ。本当に。で、それがバレてしまって、反乱の罪で家族全員が死刑されることになります。で、そのタイミングで実際女子も逮捕されますけれども、この金ジャジョンと関わった罪もあるんですけれども、自分の息子の嫁さんとかなり葛藤があったんですよ。女子はその嫁さんが気に入らなかったようで、かなりいじめてたらしいんですね。なので結局その嫁さんによる内部告発によって捕まることになりますが、その罪は何かと言ったら、娘、효명옹주ですね。효명옹주と一緒に王と대비を呪う。대비というなら장렬오고ですよね。つまり효정のお母さんになる方ですよね。を呪ってたということで捕まって、효정はの命令を下します。一応女子の子供たちは自分の兄弟にはなりますけれども、一応反逆に加わったということで、王族は剥奪して追放、死刑まではしない。ただし、女子は自殺しろと言って、最後の名誉のある死に方を命令しますよね。ドラマでは女子が民衆に石とか投げられて死ぬように描かれていますが、実際女子は自分で自殺をするんですよ。院長が亡くなって3年後、1652年亡くなりますね。で、ヒョジョンは、お葬式は身分にふさわしい盛大なお葬式をやってくれたようですよね。これによって朝鮮最古の悪女、女子も歴史の舞台から消え、そして朝鮮最悪の王、院女も歴史の舞台から消えてしまって、これによって朝鮮政治の最大の暗黒期が終わりを迎えますね。で、この動画だけ見てみたら、皆さんちょっと誤解があるかもしれませんが、院女が朝氏の言いなり操られたようなイメージですが、院女は実際決して無能ではない、とっても頭がいい王だったんですよ。実際ソヨンセジャの死とか、もうすべてのこういった問題には、院女の意志が強く入っていて、それを実行するときに女子が活躍したということなんですよね。なので、院女は王なので、院女を敵に回すわけにはいかないので、周りはその代わり女子を敵として回してたかもしれませんね。そうしたら女子もある意味では院女に操られた悲しい人生だったかもしれません。じゃあ今日はここまでです。次、来週の土曜日は、ソヨンセジャとカン氏の子孫、実はカン氏の最後の子がこっそり生きていたという、ソヨンセジャたちの子供の話をしてみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。